江戸文化と精神性、なぜ花鳥風月に憧れたのか。花鳥風月という言葉を聞いて皆さんはどんなイメージを思い浮かべますか？今なら綺麗だから写真映えするからそんな風に言われるかもしれません。でも江戸時代の人たちにとって花鳥風月はただの趣味でも娯楽でもありませんでした。それは厳しい現実の中で心を整えるための知恵だったんです。今日はなぜ江戸の人たちが月を見上げ花をめで季節を感じることを大切にしたのか、その背景にある日本人の精神性をゆっくり一緒に見ていきたいと思います。江戸の人々はとにかく忙しかった。まず知っておきたいのは、江戸時代の人々は本当に忙しかったということです。朝はまだ暗いうちから起きて、お天道様が昇る前にはもう仕事を始めている。商売は忙しく、奉公人の世話もしなければならない。家事もあれば洪水もある。物価も安定しない。現代よりずっと不安定でずっと厳しい現実の中で江戸の人々は生きていました。それでも春には梅や桜をめで、夏には祭りを楽しみ、秋には月を眺め、冬には雪を見る。どうしてそんな心の余裕が持てたのでしょうか。花鳥風月は生活の途中にあった。江戸文化の特徴は生活と美を切り離さなかったことです。特別な時間を作って特別な場所に行くのではありません。炊事をしながら花を生ける、商売の合間に空を見上げる、家事の途中で季節を感じる。生活の途中にそっと美を差し込む。これこそが江戸の花鳥風月でした。忙しい現実から逃げるのではなく、現実の中に余白を作る。その余白で心を整える。それが江戸の人たちの生きる技術だったんです。花鳥風月を家庭に運んだ女性たち。この花鳥風月の文化を日常の中に根付かせていたのは誰だったと思いますか？それは女性たちでした。行事の準備をする、季節ごとの料理を考える、衣替えをし花を生け替える、子供に季節のことを教える。こうした季節文化は女性たちの手によって家庭の中に運び込まれていたんです。忙しい中でもほんの少し美しさを求める心、その感性こそが江戸文化を支える土台になっていました。武士にとっての花鳥風月。花鳥風月は町人や女性だけのものではありません。武士にとっても心を整えるために欠かせないものでした。常に死と向き合う武士たち、その精神を保つために茶道、華道、香道、禅、和歌がありました。一輪の花を静かに見つめる、香りの声を聞く、俳句を読み心を澄ませる。これは
は娯楽ではありません。精神を鍛える技術だったんです。そしてその文化を陰で支えていたのも家庭にいる女性たちでした。花鳥風月は江戸式メンタルヘルス。花鳥風月は江戸時代のメンタルヘルスでもありました。不安が多いからこそ自然に目を向ける、季節を受け入れる、美に心を預ける。これはストレスから逃げるためではなく、ストレスと共に生きるための知恵です。現代はストレス対策と言いながらかえって心を忙しくしてしまうことも多い。江戸の人たちは静かな余白の中で心を呼吸させていたんです。まとめ。江戸時代の人々が花鳥風月に憧れた理由。それは心を整えるため、自然と調和するため、生きる力を取り戻すためでした。そしてその文化は武士の精神修養と女性たちの生活美学が響き合うことで育まれていました。現代の私たちもほんの少し立ち止まって月を見上げてみる。それだけで心は少し軽くなるかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。